年間1000展示のアート巡りを通してアートな視点を楽しむコウスケです。今回は女子に大人気の映えるアート展に40代男が行ってみた結果、他にも音楽ライブに行きつつアート巡りする3日間、メガネ屋にあるアートや電車の窓、これ写真じゃないんです、これあの人の息子です。チャンネル登録お願いします。下北沢に来ました。久々。駅に長場優さんのイラストあります。下北沢駅から徒歩12分。 DDD アート、裏から入るみたいです。古民家です。人気で人がいっぱい。私、蜷川実花さんの写真作品は大好きで、過去にこの道後温泉とか他にも東京、愛知などで6つは展覧会見てて、彼女の写真作品は大好きなんです。けど最近の彼女の展覧会は写真作品の展覧会というよりも、客が映え写真を撮影する場所みたいなインスタレーションが多くって、それはそれで人気だからいいんですけど、40代男の私としては女性専用車両に間違えて乗っちゃったみたいな気恥ずかしさがあったり、油切ったカルビみたいにトゥーマッチに感じられたり、あとは主催者がきっと映えるアートを置いとけばみんな写真撮りに来ちゃうよねみたいに思ってるんじゃないかみたいな感じがしてて、それに乗るのちょっと嫌だなみたいなのもあったんですが、実際のところ今回来てみて良かったです。確かにお客さんの9割は女性ですが、普通におじさんもいました。あとギャルチックな作品だったりド派手なんですけど、冷静に見るとすごい細かくね手作業で作られてて、でそれはテレビ「徹子の部屋」に最近蜷川実花さんが出てた放送でも実際に作品作る様子が流れていて、こうやってやってんだなっていうのを感じたり、好きな写真作品もこうやって見れましたし、ご本人がペンキをまき散らすのをずっとやりたかったのがここでやれたみたいなことをどこかで言われてて、単なる作品展示とかスタッフが設営した映えるインスタレーションじゃなくって、蜷川実花さん本人が現場で作り上げた展覧会なんだなっていうのが伝わってきます。その破壊みたいな感じもいいし、カオス的なものもいいし、こうして見てると平成のギャル文化のアーカイブ的な価値も感じてきました。強い色彩、デコる感覚、自己演出、キラキラと毒々しさの混在みたいな。でもそれが令和では新鮮ですよね。かと思えばホワイトキューブのようなシンプルで白い空間もあったり、ド派手な部屋とのギャップでどちらも引き立ってる感じがします。あなたはどう感じますか？映像の部屋も外の映像作品は撮影 NG でした。これ男性にこそ、もっと言えばおじさんにこそ見るのが必要なアートかもしれない、そんな感じがしました。外に出るとグッズ販売もありました。さて、せっかく下北に来たので他にもアート見ます。ボーナストラックっていうここでやってたのは、松田優作が愛し中島みゆきが歌にした伝説のジャズバーレディ・ジェーンの展覧会、2025年に惜しまれながら閉店したそうです。上はイベントなどもする本屋 B&B、他にもいろいろお店があります。1分ぐらい歩いたボーナストラックギャラリー2でも写真展やってます。香港に通って撮った写真で、
初めは街を撮っていたのに、結果としてポートレートの作品になったんだとか。さあ、下北沢駅から神谷町駅へ電車移動し、麻布台ヒルズへ行きます。次も映え店です。韓国を代表するフォトグラファーキム・ヨンジュンと日本を代表するアートディレクター吉田ユニによるコラボレーション写真展。吉田ユニさんの展覧会は過去に何度か行きました。で、彼女の展覧会も女性に大人気ですね。こちらの展覧会はカップルが多くて、ただ男性も割といます。韓国と日本両方の俳優さんを花をモチーフに撮っています。あ、この人は私でも分かりますよ。でも名前が出てこないな。なんだっけ、誰だっけ。小田切丈さんなど人気俳優がずらり。モデルさんじゃなく俳優さんを撮ってるっていうのも面白いですね。これも素敵だな。宮沢りえさん綺麗だな。これも面白いな。男性の私からしても吉田ユニさんっていうのは美的感覚と、あとアイデアが面白くてクリエイティブで好きですね。フォトスポットもありました。他にもたくさん作品がありましたよ。同じ麻布台ヒルズの1階2階にあるペイスギャラリーへ。モノクロの写真かと思ったら、これ写真じゃないんです。アメリカかつメディアの画像がモチーフの作品。綿花は黒人奴隷に過酷な強制労働させた象徴かな。大谷翔平はまさにアメリカンドリームな気もするけど、逆に言えばあれだけ努力して結果を出している彼をメディアではサクッとスクロールして次のネタ見るぐらい簡単に消費してるとも言えますね。ペースギャラリー2階にも続きがあります。この展覧会の作品を近づいてよく見ると、言ってみれば木炭画という洞窟の壁画ぐらい古い手法で描いていて、なんかそのメディアの一過性のニュース画像を何百年も残る宗教画みたいに残してる、そんな感じがしてきます。麻布台ヒルズの地下1階ギャラリーレストラン舞台裏ではキュンチョメの展覧会。前に恵比寿で見た映像作品も良かったんだよな。これ犬の写真に刺繍を入れてます。他にも作品たくさんあって、作家さんにもお会いしてお話できました。ちょうどその場で刺繍の作品も制作されてましたよ。
さて渋谷に移動してきました。ネオンのアートと DJ を見にマンハッタンレコードへ。元チェルミコのメンバーレイチェルが DJ してました。レコード屋なんでレコードもありつつアパレルも売ってたりで、ネオンのアート、かっこいいですね。ストリートな感じ。さて次はパルコに行きます。パルコの中のギャラリーは別日に見たので、今回はもっと上の階へ行きます。9階に小松美和さんの常設作品があります。そして屋上ではサインペインティングの展覧会があるみたいです。パルコの屋上に来るの初めてだな。サインについては2つ前の393番の動画でも大サイン展へ行って面白かったんだけど、今回のは手書きが中心みたいです。かっこいいね。次は光栄の文化村ギャラリーへ。なんかバスの中でアイドルのライブしてた。すごい。ライブしつつ同時に周りに宣伝できちゃうの、すごいアイデアだな。さて光栄8階へ。何やらイベントしてますが、私はその奥の文化村ギャラリーへ。永井博さんといえばシティポップの CD ジャケットのイメージ、大滝栄一のアロングバケーションとか。同じフロア別のギャラリーでは外国人から見た相撲の絵画、墨で描いてんのかな。それも日本っぽくて面白い。こういうのは海外の人から見たら日本独特で面白いでしょうね。さあ別の日、珍しく吉祥寺に来ました。アートとそれからすごい音楽イベントやってます。駅前で早速ライブやってますね。これめっちゃ美人っていう名前のバンドらしいです。私が見に来た本命は3組。まずは中村恵美、コピス吉祥寺ってショッピングモールの屋上でやってました。撮影 NG でしたがかっこよかったです。めちゃくちゃ盛り上がりました。出店で買ったものを食べつつ次のライブへ。井の頭公園でずっと気になってたアーティストのライブ、歩いていきます。秘密っていうバンドです。秘密って浅野忠信さんとチャラさんの息子さんです。
いやー、めちゃくちゃかっこよかった。2026年上半期のベスト3に入るかも。さて、さっきのコピス吉祥寺にある吉祥寺美術館へ行きます。ショッピングモールの中に美術館があるの面白いね。この展覧会面白いのは、美術館の中に電車の窓があるんです。電車の窓って外の景色を見たりするけど、同時に外から見られてたりもするよね。これは2022年の神戸六甲ミーツアートでも見ました。面白い作品。コロナの大騒ぎって何だったんだろうって人混みにいるとたまに思うよね。他にもいろんな作品がありました。エスカレーターって書いてるのに階段じゃんと思ったら、この階段を降りた先にエスカレーターがあるってことなのね。メガネ市場の向かいにあるメガネ屋ジンズへ、ここにもアートあります。ジンズの会長田中仁さんは前橋の白い屋ホテルとか前橋国際芸術祭とかアート関係いろいろ手掛けてますね。上条美香さんは世界で5人しかいない難病で寝たきりになってしまったんですが、闘病しながら絵を描き始めて28年間、夢や空想の世界がテーマなんだそうです。駅前ではまた別のバンドがやってます。私はまたコピス吉祥寺の屋上へ目的のアーティストを見に行きます。なんとチンザ・ドープネスのライブは人が多すぎて入場規制入れませんでした。残念すぎる。いやでも盛り上がったテンションをこのままじゃ終われないっていうことで自由が丘へ移動します。自由が丘プレイっていうイベントをやってます。大好きな DJ ムロさんです。この日はソウル中心でしたが、ジャズやヒップホップなどにも精通してて、私が20年ぐらい前に初めてジャズの CD 買ったのはこのムロさんがブルーノートレコードから選曲したミックス CD でした。ドーナツ屋のパロディーパーカーも可愛いね。ヒップホップってサンプリング文化だからね。さらにすぐ近くで別の沿線ナイトというイベントで歌う DJ44。そしてなお川村、初めて見ました。かっこよかったです。小さなリラフリスピッカルに即興踏まえて美学美無意識に揺れるリアルピースペースの言葉遊び、外の世界を絡め感じろこの肌で。さてまた別の日、この日も DJ イベントとアートを見に行きます。
ザ・渋谷ウィークっていうイベントをしてました。服とか雑貨、飲食などの販売と DJ。 私は DJ ケンタを見に来ました。かっこいいです。他にも DJ やってたんですけど、代々木公園でもっと見たい DJ やるんで、そっちへ移動します。宮下パーク西武渋谷の間のトンネルにもアートあり。パークアタックってイベントやってます。 DJ 渡来、30年近く前にミーシャへの楽曲提供やリミックスなどで大活躍してましたね。その頃私音楽 CD ショップでバイヤーしてたんで、なんか懐かしいです。道端に生首がいっぱい捨てられててびっくり。さて、さらに電車移動して恵比寿で DJ とアート見ます。まずは恵比寿ガーデンプレイスでサモ。終わった後に歩いてたら後ろからありがとうって声かけてくれて、気さくな素敵な方でした。ブルーノートの中ではジャズのライブやってました。さて、アート巡りしましょう。アメリカ橋ギャラリーで開催していたのはピアニストの藤子ヘミングさんを撮った写真展。92歳で亡くなる半年前まで舞台に立ち続けたそうです。2024年に残念ながら亡くなりました。徒歩14分あるというギャラリーです。パリでの展覧会では現地の批評家からジャパンポップと名付けられた作品たち。コラージュかっこいいですね。そこに京都のイメージが載ってたり面白いです。さあ最後です。おしゃれさんに人気の服や OUAT にもアートがあります。今回のアート巡り、どれが気になりましたか？一見映えっていう感じの展覧会もじっくり観察したり、その奥を知ると面白いですね。一つ前の動画は AI とアートを語り合っていたり、他にもアート巡りいろいろしてるんで、ぜひチェックしてみてください。コメントや高評価、ハイプ、チャンネル登録もお願いします。